できればと思っていますが、よろしくお願いします。じゃあまず改めて自己紹介ということで、安田女子大学、文学科の文学部日本文学科の宮岸と申します。大学では日本語教師を養成しているんですけれども、広島に来る前、安田女子大学に来る前はですね、中国とスリランカの大学で日本語を教えてました。で、今、私よりもですね、私の教え子の方がですけども、国内国外でですね、日本語教師として活躍していて、時々その国内国外の日本語学校、彼女たちの職場に行ってはですけども、叱咤激励しているというそんな状況です。嬉しいですよね、やっぱりね。教え子が前もね、学生さんに来ていただこうかという話がありましたね。これからまたそういう機会があればぜひぜひね、お願いしたいと思います。どうしてそのスリランカとかですね。スリランカに行った理由は本当にもう私が決めたっていうことじゃなくて、その国際交流基金というところがあるんですけども、そこで海外日本語教育専門家を派遣するということになりまして、応募しましたら、運よく通りまして、でその時に聞かれた、どこの国行きたいですか、どこでもいいです、日本人にあんまり馴染みのないところって言ったんですでそうしたら結果としてスリランカに行くということになったわけです。そうですか。なので、中国とどっちが先に？それ中国はですね、私社会人2年間してたんですけども、その後でですね、脱サラということでちょうど日本語教育のブームだったんですけども、その時にですね、たまたま私の後輩が中国行って日本語の先生を探してるってことだったので、その話を聞いて、それはいい機会だと思って会社辞めて中国の大学で東北地方のハルピンというところなんですけども、教えておりました。そうですか。でそこからあれですよね、雲南省のやっぱりですね、雲南省はまただいぶ後なんですけど、広島に戻ってきて、でまた大学院入り直して、でそれからスリランカ行って、で帰ってきて、で日本語安田女子大学でずっと教えて、実はもう今年で29年目になるんですけれども、そんな感じでやっていく中で、たまたまその中国のそういう少数民族の言語を知る機会がありまして、でそこで行ったわけです。雲南省ですね、ちょうどミャンマーと雲南省の国境地域なんですけども、そこの少数民族、私はゾゾ語って言ってるんですけども、だいたい3000人ぐらいしか話者がいないんですけども、そういうところの言語もちょっと調査して、ちょっと前にちょっと文法書も作って、大学から出版したんですけれども、珍しいでしょ、そういうところにそうですね、やられる人はね、なかなかいないと思います。そうですか。私もあそこら辺のちょっとタイの国境とかですね、少数民族をトレッキングで行ったことがあるんですけど、面白いですね、あそこら辺ね、本当にですね、さまざまな民族がね、民族衣装もカラフルですしね。なるほど。白馬さんもね、そういうところをね。そうですね、青年海外協力隊も含めてですね、ボランティアとかでいろいろ東南アジアも個人とにかく世界80カ国までにかけてますので、であと中国、私もね先生と同じく中国にね留学して中国語にかなり苦労してましたので、気持ちはですね難しいですよね、発音がね本当にね。僕も中国はね長春にねちょっと行って、あちらの看護とか介護の事情をねちょっと聞きましたですよ。だからね、もうやっぱり中国人も日本のそういう介護の技術をね学びたいとかね、いろいろやっぱりいろいろありましたね。だからやっぱ言葉も大事だしね、高齢者に対してねいろんなことをねやっぱり世界共通の悩みですよね。だから今日の課題はね、もう私にとって本当に大きいですよ。特に今このスリランカというのはですね全く知らないし、ハグマさんは行ってこられた。スリランカ、インドは行ったんですけどスリランカまで行けなかったんですよね。そうですか。なんか歴史がね随分ある、そうですよね。そこからちょっと教えていただきたいですね。いやなかなかね、この短い時間で、話すのは難しいですけど日本と同じ仏教国ですしね、ごめんなさいちょっと緊張して上がってしまったんですけど楽しくそんな感じです。そうですか。でももう私も永山にねスリランカの出身の技術者が来ていただいたことがあって、サロンにね参加していただいて、本当に優しい気持ちの人でした。よかったなと、いいイメージ持ってますよ。それでもね全然知らないし、インド人もね来ていただいたり、
もう本当に小さいエージャンの団体にも本当にね15カ国ぐらい、もう広島には100カ国以上おるんですから、今ミャンマーがねまた随分増えてますよね。そういうふうな人のこともいろいろ心配です。はい、それじゃあですね、新しい曲にはい、そうですね。まずはエイジアンのテーマソングですね。エイジアンの曲がありました。それを、かけてぜひお願いします。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、廿日市から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう。異なる言葉が響き合い笑顔の輪が広がるとき、心の壁を壊してみせよう。手と手を合わせれば道は開ける。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、広島から広がる世界の仲間、文化の違いを分かち合い一緒に未来へ歩み出そう。地域声に耳を傾け、共に育むこの場所で、トラブルだって乗り越えてゆこう、支え合う力が僕らの力。エイジャン心を開いて手をつなごう、共生の架け橋みんなで作ろう、廿日市から広がる世界の仲間。はい、How to 日本暮らし、毎度のことですけども、廿日市市のですね広報から、役立ちそうな情報を提供させていただきます。まず今月10月のですね広報、これ、9ページ、ありますね。皆さんの家庭に必ずこれは無料で届くはずなんで、9ページ下の段にですね20周年アイプラザ祭りを開催しますという大きなタイトルであります。これさっきちょっと申し上げた、この、わけなんですけどね、文化の面もあります、桜ピアもありますが、こちらの方もですねぜひぜひ、来ていただければと思います。でその中がですねいろんな福祉医療関係者が来られるんですけども、特に専門のその医者歯医者さんですね、こういった方の健康相談、それからチェックもですね無料で受けられますんで、福祉と介護の相談室なんかも開かれてます。前はね中央公園ありますので、そこにキッチンカーも来ますね。ぜひぜひご家族で、来て楽しんでいただければと思います。あとはですね、献血バスもやってくるということで、そうですね、献血私も行こうかなと思います、ね。そうですか。はい、ぜひぜひね、はい、でこの建物自体をね知らない人もいるかと思うんですよ。ぜひねここへ一度は来て、アイプラザどんなとこなんかな、そこ3階にはですね特に福祉の市役所の福祉の窓口がありますしですね、1階もまた関係の窓口があるんですけど、平日にはねそこで相談もできるんで、ぜひこの場所をまず知ってね、もらいたいと思います。これがまず1点です。それと広報のねもう一つは一番後ろのページなんです。全然これ見過ごしてしまうかもわからないんですけど、毎回ご説明してます。小さく目の不自由な人などのためということで書かれてます。これは音声で読み上げるということですね。この広報を声を出してボランティアがですね毎月読み上げてくれてるんですね。そうすると視力障害者の方も、そして外国人でまだ日本語十分でない人もですね漢字はちょっと無理と言っても、この言葉だったら分かるよ、なんとなく分かるよという人はね、ぜひこれをホームページから見て聞いていただければと思っております。これが以上です。
この以外にもですね、廿日市はですね、広報廿日市というのはこれ月1回なんですけど、そうじゃなくてもう毎度のようにね SNS で情報発信もしとられるんですよ。これはねフォロワーもどんどん増えてきてますけど、文字が読めない外国人にも伝わるようにね、できれば優しい日本語でこれも全部じゃなくていいからポイントだけでもですね入れてほしいなと私は思っているところなんです。さあこれからが本番なんですけど、この優しい日本語言えばもう宮岸先生、ぜひぜひですねここから国内外でのですね、日本語教育長年携わってこられて、今どのような思いでおられるのか先ほどの言った原点からですね教えていただきたい。我々もなかなかね言葉として分かってもちょっと取り付きにくいところがありますのでお願いしたいと思っています。はい。じゃあ改めて優しい日本語ってどういうものなのかということをお話しさせていただきたいと思うんですけれども、まずこの優しい日本語が生まれたきっかけなんですけれども、1995年に阪神・淡路大震災があったの皆さんご記憶にあると思いますけども、その時には日本人だけじゃなくて多くの外国人も被害を受けていたわけです。でその中にはですね、日本語とか英語もよくわからないままですね必要な情報が得られないという人たちもいっぱいいたわけです。でそういう、そのためになんですけども、災害時に外国人が正しく行動できるよう迅速正確簡潔に伝わる優しい日本語というものがですけども、広島大学の先生が考案されたということです。でちなみにこの優しい日本語というものが登場する前にも優しい日本語的なものはあったわけです。それは日本語教師にとっては必須のスキルなんですけれども、ティーチャートークというものなんです。でこのティーチャートークというのは外国人の日本語学習者に対する、教師の話し方というものです。優しい日本語とティーチャートークというのは非常に共通点もありまして、相手に分かりやすく話す、文を短くする、ゆっくり話す、難しい言葉を言い換えるなど、そういう共通点があります。もちろん違う点もありまして、違う場面としてはまず優しい日本語では災害時、役所、医療、接客などの日常生活の情報提供で使うのに対して、ティーチャートークは外国人学習者に対する日本語教育の現場で使われます。あと目的としては優しい日本語は情報を素早く正しく伝える、これ命にかかる場合もありますからねということになります。一方ティーチャートークでは日本語を教える、勉強しやすく学習しやすく、そういう学習を助けるためというもので、そういうティーチャートークが使われます。なるほどね。他にもあるんですけど、そんな感じですね。あと自分の経験なんですけれども、仕事柄やっぱり英語とか中国語、会話です使うことあるんですけども、英語とか中国語の先生、教師の話す言葉はよく理解できるんです。でも一般の人たちが話す英語中国語ってほとんど聞き取れない、そういう経験があります。ということなので優しい言葉で話しかけてあげるっていうことの重要性というものはね、理解はできるかなというふうに思ってます。なるほどね。そうですか。そうですね。であとその優しい日本語って言いますけど、優しさってどういうような程度だと皆さん思いですか？優しさの目安ですけども、これ小学校2年生3年生ぐらいの国語の教科書ですかね。あとは皆さんご存知だと思いますけど、日本語能力試験というのがありまして、そこではN5、N4 程度、N5、N4 というのは下の方のレベルなんですけども、N5 ではひらがな、カタカナ、基本的な感じで書かれた日常的な語句や文章を理解して簡単な挨拶ができる程度です。で N4 というのはゆっくり話せる日常的な場面で、日本語をほぼ理解できるレベルというふうになっています。一応そんな感じで、まず優しい日本語ってどういうものなのかっていう話をさせていただいたんですけれども、なんか次コーナーなんですか。ありがとうございました。またあとありがとうございました。新原語っていうのは私はわからない、本当に。でも先ほどの話に戻って優しい日本語のね作り方が、言い方がね、私ら本当に思いはあっても取り付きにくいですね。これしっかり勉強鼻からしろと言われるでしょうけどそうですよね。どうしたらいいんでしょう。本当に簡単なんですけども、じゃあ優しい日本語の作り方っていうことで、いくつかちょっとポイントがあるんですけども、まず一つのポイントはですけども、さっきも出てきましたけど、難しい言葉を使わないということなんですね。
で特に専門用語とか漢字で書かれた漢語、あるいは外来語なんかも実はね難しいんですけど、こういうものは避けるべきなんですね。じゃあ例えば避難するなんていうのは、避難という言葉は分かんないですので、大体逃げるとかって分かりますよね。あと緊急事態の緊急のですけども、これもなんかね優しい日本語でどうやって言うかなんですけども、例えばなんですけども、とても大変ですぐにしなければならないとか、ちょっと長いんですけど、でもそれこそ勉強したような、そういう単語を使って表したりとか、あと渋滞とかね、これはなんていうかですか、車がたくさんで進まないとか、あるいはトラブルとかね、分かるかもしれないですけど、実はトラブルっていう発音がですね日本語的な発音なんで通じなくたりして、むしろ困ったことっていうふうに言った方がいいとかっていうのがあります。で2番目のポイントとしましては、文を短くするということですね。一つの文が長いとね意味を理解しにくいんです。で基本的に一つの文に一つの情報というのが原則かなと思います。例えば悪い例ですけれども、今日は気温が高く熱中症の危険があるため外出はなるべく控えてください。これ絶対わかんないですよね。これを例えば優しい例でいきますと、今日はとても暑いです。暑い時の病気になることがあります。外に出ない方がいいですよ。こんな感じですね。3つの文に分けましたけども、こんなような形で言います。あとは主語述語をはっきりさせるということで、誰がですね何がどうするのかということは明確に言う必要があります。例えば悪い例としまして、通行止めとなっていますと。でこれをじゃあどういうふうに直すかということですけども、この道は今車が通れませんというような形で言います。それから書き言葉になりますけども、漢字には振り仮名を振る、あるいはまたひらがなを使うというような形で対応します。例えば避難してください、避難って漢字ちょっとイメージしてほしいんですけども、そこにはちゃんとルビを振り仮名をつけるか、あるいは避難という字は多分分からないと思うんですけども、これを逃げてください、さっきの簡単な言葉を使っていくことと逃げてくださいで言いますし、あるいはルビをつけるということです。あとそれから結構これ日本人がしがちなんですけども、親切心で尊敬語とか謙譲語を使ってしまうんですね。丁寧な言葉曖昧で、それって非常に曖昧な場合もあるんですけども、例えばご遠慮くださいとかね、これはもうストレートにしないでくださいというふうに言った方がいいです。それからご利用になれません、これもですけども使えません。もうねちょっと日本人が考えるとちょっと失礼って思うかもしれないんだけども、それがむしろ外国人にとってはよく理解できるということなので、そういうようなところをまずですね気をつけていただけたらなというふうに思います。それ確かにね、それを気づきましたけど、それをどうやったらですねこういうこともうニーズはものすごいあるんです。外国人がねもう理解しない誤解ばっかりします。そこをなんとか、これなんか研修とかはしないといけないかなと。研修、そういうことですね。結構でも自治体でもやってるらしいですね。そうですね。あとやっぱり使わないと、普段からそれでですねすごいと思ったのが、一度通訳で行ったことがあるんですけれど、保育園の保育士の方と外国の人なんですけど、お子さんがね通ってる、もう通訳いらないぐらいですね、優しい日本語が完璧なんですね。なぜかというと普段園児にお話ししてるような形で優しくゆっくり喋ってらっしゃったので、いや私たち来なくていいですよねぐらいのねとかですね、やっぱり障害者福祉とか高齢者福祉とかで活動されてる方、福祉関係の方、あとは小学校教員、保育士などの方とかはですね、もう言わなくても使えますね。でちょっとあとプラス日本語特有のそうですね、さっき言われた主語、私がとかあなたが誰なのかっていうのをちょっと意識すればもうそれでいいので、そういう現場でね、私らも外国人と触れ合ってるでしょ。だから彼らに分かる言葉をね、工夫しようとしてるんです。で彼らが言う言葉が分かりやすい、だから優しい日本語やっぱりやってますよ。難しい言葉知らないんだから、だからそれから学ぶ。そうなんです。本当に優しい日本語に対する需要って結構ありまして、実はこの、日本に住む外国人って30年前の、今3倍ぐらいいらっしゃるそうなんですけども、でそれに伴って外国人の国籍も多様化していくわけです。
その対応として、今まで行政サービスとしては情報の多言語化っていうのをしてたんですね。いろいろな言語で対応すると。しかしそれがもう10カ国20カ国30カ国になってしまったら、とてもじゃないけど対応しきれません。ですね、はい。という中で多言語情報での情報発言というものが限界になってきましたので、優しい日本語というのが出てくるんですね。で実際その外国人に聞いてみますと、日常生活で困らない程度の日本語ができるっていうのは 63% ぐらいいるそうでして、でそれから希望する情報発信言語としてもですね、外国語じゃなくて優しい日本語を選んだという人たちが 76% いるそうです。はい、つい日本人ってね、観光客もそうなんですけど、外国人って見るとね、英語で話しかけてしまったりするんですけど、実は宮島に来る観光客も半分以上の人が日本語で話しかけてほしい、英語韓国人も中国人も多いので、日本語で話しかけてほしいっていう人の方が実は多かったっていうですね。結構日本語勉強してるですよね。はい。だから優しい日本語で話せばいいと思うんですね。はい、頑張りましょう、これから。はい。はい、それではそろそろお別れの時間です。もっといろいろねお話聞かせていただいて、ぜひね次も来ていただいたらと思いますね。これはね、よろしくお願いします。はい。でこの放送はですね、アーカイブ動画にして YouTube チャンネル、広島でエイジアンからお聞きいただけます。さらにですね、それを、日本語だけではなくてですね、英語とかですね多言語にして、字幕も見れることができます。はい。そして次回も来月ですね、第2火曜日の、午後4時から放送しております。夢タウン廿日市3階 FM 廿日市 A スタジオからお送りします。お相手は廿日市、国際交流協会外国人相談センターハグマと一般社団法人エージャンの栗林克之とゲストの安田女子大学の宮岸でした。はい、はい、ありがとうございました。